安全部屋で最後の子供が生きながらゾンビに引き裂かれるのを目撃したとき、男たちは崩壊した。隊長。あなたは彼女はただのやきもち焼きの嘘つきだと言ったじゃないか。花火を見る間、俺たちにあなたとセリーナを護衛させたじゃないか。それなのになぜ俺の生後1ヶ月の息子がバラバラなんだ？ジェイソンの顔は死人のように青ざめた。私はそれを見て心が血を流した。前世、ゾンビ襲撃の時、私の夫ジェイソンは全警備員を連れ、幼純染めのセリーナと花火を見に行った。私は声が枯れるまで叫び、彼らを呼び戻し、みんなを救った。しかし、ショーを見逃したことに怒ったセリーナは一人で飛び出し、ゾンビに引き裂かれてしまった。ゾンビの群れを倒した後、ジェイソンは彼女の残ったももの骨を抱き、沈黙した。その沈黙は、私が出産する日まで続いた。そして彼は、私の四肢を生きたまま切り落とし、ゾンビに食わせた。私が食われるのを見て、治癒させ、またそれを繰り返した。毒踏め、彼はうなった。お前が彼女を殺した。だからお前の死は1000倍ひどいものにしてやる。私が目を開けたとき、戻っていたゾンビが初めて襲撃したあの日に、彼らのうなり声が森に響き渡った瞬間、私は生まれ変わった。純粋な本能で、私は部屋から飛び出し、放送センターのコンソールに飛びついた。全員注意。全員注意。私の声はスピーカーから割れるように響いた。大規模なゾンビの群れが接近中。全員、直ちに安全部屋へ避難せよ。その言葉が口から出たか出ないかのうちに、外で最初の恐怖の悲鳴が上がった。急げ。私はベルトからマチェテをつかみ、パニックに陥った群衆を導きながら、同時に境界を突破した最初の数体の感染者を切り倒した。撤退は混沌とした悪夢だった。恐怖で凍りついた数人の子供を抱き上げ、安全部屋の重厚な鋼鉄のドアに押し込んだ。ガチャン。ロックが勢いよく閉まり、外の地獄からほんの一時でも我々を遮断した。生存者たちはまだ衝撃から立ち直れず、床に崩れ落ち、その嗚咽が閉ざされた空間に響いた。幼子を抱きしめた女性が私の腕をつかみ、目を大きく見開いてパニックに陥っていた。アリア・ジェイソン隊長を探さなきゃ。あの人たちをここに戻して、私たちを救わせて。私は目を閉じ、残酷な真実を伝えようと自分を奮い立たせた。ジェイソンは全警備チームを町の外れの高台に連れて行った。セリーナが花火を見ている間、彼女を守っているのよ。部屋は沸き立った。花火？今？彼は正気か？俺たち全員をここに置き去りにして死なせるため彼女のために？ちょうどその時、耳をつんざくような音が部屋に響き渡った。ドン、ドン、ドン。鋼鉄のドアは衝撃のたびに震え、中心部が歪み始めた。このままでは、ドアが崩れるのは時間の問題だった。彼を待つことはできなかった。多分彼らはいらない私は必死の思いで言った。ジェイソンの母の方に向き直った。お母さん。電気柵です。高圧電流の柵を作動させれば、奴らを焼き尽くせます。彼女の目が輝いた。そうね。柵よ。彼女は素早く通信機を取り出した。部屋中の視線が彼女に注がれる中、彼女は電話をかけた。しばらくして苛立ちを帯びたジェイソンの声が聞こえてきた。母さん？なんだ？今ちょっと忙しいんだ。彼の母は怒りを飲み込み、早口で言った。ジェイソン、基地が襲われているの。大軍よ。安全部屋はもう長く持たない。今すぐ外周の柵を作動させなさい。空気は緊張で張り詰めた。冗談だろ？彼は嘲笑した。
電力は高台のライトに回してる。ワットも余分には出せない。セリーナの誕生日の雰囲気を台無しにしたいのか？彼は実際に笑った。冷たく、軽蔑するような笑い声だった。またアリアが耳元で毒を吐いてるのか？あの女、そんなに嫉妬深いのか？俺はただセリーナと花火を見てるだけだ。本当に俺を引き戻すためなら、母さんに嘘までつかせて、そこまでしなくちゃいけないのか？彼の母は怒りに震えていた。この間抜けで頑固な息子め。一体何が？通信が切れた。彼女に切られたのだ。部屋には絶望に満ちた重い沈黙が訪れた。もう終わりだ、誰かが囁いた。私たち、本当にここで死ぬんだ。私はへこんだドアを見つめ、心が締め付けられた。二度目のチャンスがあっても何一つ変えられないというのか？その息苦しい沈黙の中、彼の母は私を見つめ、目に決意の色を宿した。あの警備チームは私自身が訓練したの。彼女は宣言した。山の裏手にサービス用の小道がある。私があいつらのところに行く。私の直接命令に彼らは逆らえない。ずれ戻してくる。私の胸に一筋の希望が灯った。彼女は何も言わず、側面のメンテナンスハッチから滑り出た。待ってて、暗闇に消える前に彼女が言ったのはそれだけだった。1時間後、メインのドアにギザギザの穴が開いた。腐った骨のような手が開口部から忍び寄り、女性の腕の中の幼子に手を伸ばした。赤ん坊の泣き声は、深いなばりばりという音で途切れた。母親は崩れ落ち、目はすぐにうつろになった。絶望が私たちを襲ったとき、一人の人影が側面のハッチからよろめいて戻ってきた。彼の母だった。チームは戻ったの？みんなが一斉に尋ねた。彼女は血まみれだった。早く。突破箇所を塞げ。私は彼女を支えようと駆け寄った。彼女の声はかすれたささやきだった。あの忌まわしい息子めやつはすべての道を封鎖した。彼女の大切な誕生日を邪魔する者がいないよう防御陣地を築いていた。彼女の目は怒りと無力感で真っ赤だった。背筋に歓喜が走り、私はよろめいて後ずさった。ジェイソンは私を遠ざけることにそれほど執着して、自分の母親さえも阻んだのか。いや、ただ諦めるわけにはいかない。私は周りの恐怖に満ちた顔を見渡した。自分のチームが呼べないなら外部に助けを求める。私は緊急用通信機に這い寄り、必死に近くの他の全焼基地の周波数を探した。ついに応答を得て、素早く状況を説明し、援助を懇願した。向こう側で長い間があった。すまない、ついに声がした。我々は援助を送れない。1時間前、ジェイソン隊長本人から優先通信を受信した。お前たちの基地の誰かが虚偽の遭難信号を送っている可能性があると警告していた。彼の直接命令は、今夜お前たちの場所からのいかなる援助要請も無視せよというものだった。彼はそこまでやった。セリーナの誕生日パーティーを守るため、彼はあらかじめあらゆる命綱を断ち切り、あらゆる可能性を計算して、私たちの墓を封鎖したのだ。彼の母の顔は青ざめた。私はジェイソンの母です。お願いします。奥様声は遮り、依然として冷たく事務的だった。隊長は非常に明確でした。特にあなたから来るいかなる命令も無視すべきだとも言っていました。あなたが直接我々の門まで来て援助を要請しない限り、いかなる援助も派遣しない、と。再び通信が切れた。直接？何十マイルもの死の海を越えていくのか？それは自殺行為だった。ドアの突破箇所は一時的に塞がれたが、皆それが脆弱な修理であることを知っていた。
私は彼の母の肩に腕を回した。お母さん、私も一緒に行きます。私は床に新たに溜まった地の水たまりを見て、声を鋼のように固くした。ここにいるみんなが私たちを頼りにしています。ここにいれば死にます。行けば可能性があります。彼女は私を見つめ、深く探るような視線を向け、ついにうなずいた。私たちは暗闇の中を進んだ。私ができる限り彼女を支えながら。彼女の左腕は失われ、ゾンビにきれいに引き裂かれていた。傷口からはまだ血が流れていた。この尾根を越えればもうすぐだ。彼女は息を切らした。山の中腹から隣接する全焼基地の遠くの明かりが見えた。希望が私たちを突き動かした。そして世界が爆発した。花火軍用級の照明弾が私たちの目の前で炸裂した。衝撃波は私たちを激しく空中に放り投げた。ぼーっとしながら私は頂上を見上げ、彼を見た。ジェイソンだ、セリーナを腕に抱えて。彼の嘲笑う声が一組の拡声器から谷間に響き渡った。アリア。やっぱりな。被害者ぶるのが効かなかったから力ずくでやろうって決めたんだろ？彼の声は氷のように冷たくなった。お前がセリーナの誕生日を台無しにするのを諦めないって分かってたよ。お前に成功させない。爆発は激化し、光と炎の致命的な雨となった。お母さん、あなたがあなただと伝えなきゃ。私は叫んだ。彼の母は残った力のすべてを振り絞り、頂上に向かって叫んだ。ジェイソン。一瞬、沈黙があった。そして、ジェイソンの笑い声が、以前より大きく、より狂気的に山に響き渡った。距離がありすぎて、彼には私たちのシルエットしか見えなかった。アリア、本当に彼女のために何でもするんだな。彼は叫んだ。最初は母さんに電話で嘘をつかせ、今度は女優を雇ったのか？それも切断患者だぞ。本当に俺がそれに引っかかると思ったのか？彼の母は怒りに震えた。私よ、このバカ者。お前の母さんだ。私の声すら聞き分けられないのか。一瞬、ジェイソンの顔に一抹の疑いの色が走った。しかしセリーナはすぐに彼の袖を引っ張り、作り物の悲しみで震える声で言った。ジェイソン・アリアさんが私のこと好きじゃないってわかってる。誕生日やめてもいいよ。戻ろう。彼女の声は囁くように小さくなった。いいの慣れてるから。それだけで十分だった。ジェイソンの顔は硬くなり、怒りが再燃した。撃ち続けろ。彼は命令した。より多くの砲弾が降り注ぎ、私たちの進路を完全に遮断した。月が空高くかかり、冷たく無関心な証人となった。時間がない彼の母は言い、私の肩を握る手に力を込めた。私が弾を引きつける。お前は行け。助けを呼んで戻ってこい。彼女は私を押しのけた。皆、お前を待ってるんだ。彼女は頂上に向かってよろめき始めた。私は彼女の後を必死に追いかけ、残った腕を掴んだ。お母さん、やめて。あの人たち、お母さんを認識してない。殺される。ジェイソンの声が墓場よりも冷たく、頂上から響き渡った。アリア、セリーナの夜を台無しにするためにそこまで死にたがるなら、喜んで叶えてやる。彼はロケットランチャーを担いだ。次の瞬間、巨大な花火の玉が私に向かってうなりを上げて飛んできた。アリア、気をつけて。彼の母は私に身を投げ出し、私を地面に押し倒し、彼女の傷だらけの体で私を覆った。ドカーン。爆発音は耳をつんざき、鼓膜を破りそうな物理的衝撃だった。暖かく濃厚な血のしぶきが私の顔を覆った。
彼女の体は私の上でぐったりした。彼女の背中は吹き飛ばされ、大きく口を開いた空洞の傷となっていた。私の手が震えながら彼女に触れ、感じたのは暖かくネバネバした湿り気だけだった。私はそっと彼女をゆすったが、反応はなかった。野獣のような悲痛な叫びが私の喉から引き裂かれた。お母さん。セリーナの繊細な声がスピーカーから流れてきた。アリアさん、その死体を崖から突き落とした方がいいわよ。でないと、ゾンビが血の匂いを嗅ぎつけて、あなたにも襲いかかってくるから。頂上の警備員の数人がその一部始終を目撃し、不安げな表情を浮かべていた。若い警備員が友人の方に身を寄せた。彼女、演技してるようには見えなかったよ。彼は躊躇した。もし本当だったら？もし基地で何か本当に起きてたら？友人が遮った。正気か？何かあったら隊長が知ってるはずだ。ただの彼女のセリーナへの嫉妬だよ。女ってのはああいうもんだ。しかし若い警備員は食い下がった。でも、もしもの話だろ？俺たちの家族があそこにいるんだ。分隊長が割って入り、鋭い声で言った。隊長が家族を危険にさらすはずがない。議論は終わりだ。しばらくして、私は乱暴に頂上に引きずり上げられた。体には切り傷と打撲傷がひどく、血と泥がこびりついていた。セリーナが近づき、心配そうな完璧な仮面を被った。あら、アリアさん、ひどく出血してるわ。ほら、手当てしてあげる。彼女は私に触れようと手を伸ばした。触るな。私はうなり、彼女がよろめくほどの力で彼女の手を払いのけた。アリア。ジェイソンが怒鳴った。お前の卑しさには際限がないな。セリーナはお前に親切にしようとしてるんだ。これがお前の恩返しか？彼は歩み寄り、私の小指を踏みつけた。どうやら少し罰を与えないと、お前は決して学ばないようだな。目がくらむような白熱の痛みが全身を走った。私は地面で丸まったが、自分自身の苦痛など大したことではなかった。安全部屋の人々、彼らはまだ待っていた。私は無理に顔を上げ、ジェイソンの目を見据えた。ジェイソン、私はいい。いちごがガラスの破片のようだった。安全部屋はもうすぐ崩壊する。お前がここで無駄にする1分ごとに誰かが死ぬ。聞こえないのか？私は声を詰まらせて訴えた。壁の外のゾンビの声が？私の言葉にセリーナは泣き崩れた。ジェイソン、ごめんなさい。全部私のせい。誕生日なんてしなければよかった。私なんて存在しなきゃよかった。彼は彼女を守るように抱き寄せ、私を睨みつけながら毒を含んだ声で言った。いつまでその芝居を続けるつもりだ、アリア？基地には沿岸部で最高の防御システムがある。そんなに簡単に。私が遮り、絶望が声をうつろにした。お前のエリート警備員は全員ここにいる。お前と彼女を守るために。電気柵の電力は全部、お前たちのライトショーのためにここに回されてる。ジェイソン、お前はこれを後悔するぞ。これを聞いて、数人の警備員が不安そうに目くばせをした。隊長、多分誰か見に行かせた方が？若い警備員がおずおずと尋ねた。隣の年配の警備員が嘲笑した。新入りだろう。彼女はセリーナさんにやっかむためによくこんな手を使う。狼少年じゃ初めてじゃない。そうだよ。別のものが加わった。セリーナさんが階段から彼女を突き落としたって言った字覚えてるか？ジェイソンの顔はさらに曇った。彼女を連れて行け。あの木に縛り付けて自分のしたことを反省させろ。彼の腕の中でセリーナの顔に勝利に満ちたほくそ笑みが一瞬走った。
私は残った力のすべてで戦った。ジェイソン、今すぐ戻らなければ、みんなの家族お前の家族も引き裂かれて生きながら食われるぞ。私への唯一の答えは、強烈な裏拳だった。お前がこんなことをすればするほど、アリア彼は歯をむき出していった、お前をますます憎くなる。彼らが私を木の方に引きずっていこうとしたちょうどその時、怒った。うい。血も凍るようなサイレンが下の基地から響き渡った。レベル1の非常警報だ。最後の安全装置だ。つまり、安全部屋が突破されたということだ。生存者なし。全員が凍りついた。私を嘲笑っていた年配の警備員が最初に反応した。彼はよろめいて崖の端まで行き、恐怖に目を大きく見開いて基地を見下ろした。第一警報神様、第一警報だ。妻が小さな娘があの中にいる。若い警備員の顔は紙のように青ざめ、唇が震えていた。死のような静寂の中、私はジェイソンを見つめ、声はかすれたささやきになった。聞こえるか、ジェイソン？皆、死んだ。これがお前がセリーナのために、みんなの命と引き換えに勝った花火賞だ。これで満足か？お前が誰よりも尊敬してると言っていた。自分の母親でさえお前は彼女も殺した。